こんばんは。はるです。今回は最新版のミッドフィルダーティアリストになります。前回からですね、また新しく更新をしたティアリストになってます。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになってるので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。で、今回はですね、また新しくシェイプシフターズの選手たちを追加しました。それでは、早速紹介をしていきたいなと思います。こちらが最新版のミッドフィルダーのティアリストになります。シェイプシフターズがね、始まっても終わりかけという風なことで、新しい選手たちがですね、もう強かったり、しますし、少し B だったり、C、D ですね、調整をしました。で、この B、C、D にはですね、新しい選手は入れてないという風なことになってます。で、そして A ですね。A に新しく追加した選手はですね、シェイプシフターズのマルシャル、そしてシェイプシフターズアイコンのセードルフ、この2名ですね。で、バルベルであったりとかを少し下げてるという風な形になります。マルシャルに関してはもちろん逆足が5という風なことは非常に素晴らしくですね、中盤の選手として、もともとアタッカーだったんですけれども、守備値がかなり上がったという風な部分が素晴らしいと思います。本当攻守にわたってという風な、選手ですね。スキルをね、使いたいっていう方からすると、ちょっと物足りない、選手ではあるんですけれども、やっぱりこう、そこまでボールタッチもね、めちゃ大きいってわけではないし、使いづらさっていうのはそこまでない、そんな選手になります。最適は攻撃的な CM ですね。3CM の一角だったりとかで、使えると、攻撃の前線の選手たちとコンビネーションしながら、自分を出ていくという、力がある選手で、決定力もね、高いんで、ある程度は決めきれる、そんな選手にはなります。比較的、今の現環境では A かなというふうに感じます。で、そして、セードルフ、シェイプジャズアイコンのセードルフですね。セードルフはどちらかというと守備的な、CM、中盤の選手、CDM か、になりますね。本当に守備力が高くて、あとはフィジカルもね、かなり強い選手。身長は低いんですけれども、ボディタイプと、フィジカルの能力だったりとかを活かして、相手を弾き飛ばすことができる。そんな選手になりますね。その分、ちょっと身長は、小さいながらに細かいかなっていう風に思いがちなんですけど、敏捷性がね、低くて、80何歩しかなくて、切り返しとか、あとは、そうですね、細かいタッチみたいな時、なんつう逆に切り返したりとか、なんかよっこらす逆向いたりとか、そういう風なとこは、ちょっと重さが、遅さかな遅さがある、選手にはなりますね。やっぱカンテとかみたいなタイプではないです。なんで、ちっちゃいんですけど、ベラッティとか、そういう風なタイプじゃなくて、ちょっと隣とか、ちょっと大きいような選手のような動きの遅さっていうのが若干は、あるので、そこだけは注意かなっていう風には思います。だからこそちょっと攻撃のとこではなくて、守備的なところで使うのが一番いいかなっていう風には思います。かなりシェイプシフターズで強化をされた、選手にはなるので、非常にこう使える選手として出てきたなという風な印象ですね。で、そして S と A の間にいるのがシェイプシフターズのロリス、そしてシェイプシフターズアイコンのソクラテス、この2名を入れました。新しく追加した選手はですね、ロリスですね。で、前回からはソクラテスを、少し下げたという風な形にしてます。ロリスに関しては、同じくマルシャルと同様に、スキル4逆足5で、キーパーから中盤になった選手ですね。で、もちろんキーパーなんで、身長は高めですね。なんでそこの高さを活かして足が伸びたりとか、フィジカルで取れたりとか、する選手ですね。で、パスが非常にうまいです。本当にパスがうまくって、スルーパスも、強パスも、ほぼずれないという風なところがかなりいいかなという風に思います。で、シュートだったりとか、比較的は打てるんですけど、どちらかというと、ちょっと重たいんで、守備的な方が向いてるのかなっていう風には、思いました。取った後に、すぐパス出して、みたいな、感じ。あとは後ろから繋いでいったりとか、展開したりとかっていう、プレーがいいのかなっていう風には思います。前線に出た時に、もちろん、スキル4で、逆足5でっていういいんですけど、やっぱ身長ちょっとでかいんで、重たいんですよね、若干。なんで重たさがあっ
て、かつ、まあ、スキルも4なんで、なかなかちょっと、今の現状の CM としては、代わりは前線として使う場合はね、いるかなっていう風には、思いました。だから、まあ、どちらかというと、ちょっと守備的な、ところで使ってみると、この人の強さっていうのは感じれるのかなっていう風には、思いますね。でそして、一番上ですね、S ランクはですね、シェイプシフターズのデンベレ、そしてシェイプシフターズのジョアン・フェリックス、そしてシェイプシフターズのデヨング、そしてシェイプシフターズのミリンコビッチ、サビッチ、そしてエンドバンエラのカンテと、このような選手たちを入れました。まあ、デンベレに関してはですね、言わずもがなですね、キャムに変更をされて、能力も非常に高くなりました。まあ、もともと55っていうところを活かしつつ、能力もついてきたという風な選手ですね。まあ、非常に今作序盤はですね、コスパが良く、金のデンベレっていうのは毎作ね、序盤に使われていたんですけど、まあ、特殊がずっと期待を、されてた選手で、まあ値段もかなり高く、それなりの価値っていうのは十分にある選手ですね。まあ理不尽さっていうのが、あるというふうに感じますね。まあ中盤で使ってもいいですし、まあ普通に単純な前線としてアタッカーとして使うのもいいと思います。まあサイドもできますし、ST でもできるという風な選手、トップ下もできる、そんな選手になるので、まあスピード、シュート、パス、ドリブル、まあほとんどのことが、できる、そんな選手になるので、S ランクとしてはふさわしいかなというふうに思います。でそして、ジョアン・フェリックスですね。ジョアン・フェリックス、まあ、チーム3で、今週来ている選手ですけれども、まあ、この選手も5-5で、まあ、もともとではなくて、逆足が4に変更をされました。逆足が4から、5に変更を、されて5-5ですね。まあ、やっぱり中盤の選手として、この選手も、まあ、守備値とか、上がったんですけれども、やっぱり、攻撃的な、選手ですね。で、やっぱりマルシャルとか、ロリスとは違うのは、やっぱりそこのスキルですね。前線、中盤から前線に上がってきた時にでも勝負ができるっていうのがやっぱこの人の強みなんで、その中でやっぱり自分でも突破ができるっていう風な、部分がやっぱりフェリックスの方が強いっていう風な部分ですね。個人的にやっぱりかなりそこは、上がってきて何もできないっていうのだとやっぱ難しくなってしまうんで、まあそういう風な部分ではかなり、ジョアン・フェリックスはもう前線なんでね、元々のあれが、ポジションが。なんでそこの攻撃を活かしつつ元々もスキルが5なんで非常に使いやすく攻撃出てきた時にも脅威を与えられるという、選手で、まあめちゃくちゃおすすめの、選手になります。まあ値段もね200万近くいってますし、まあそれぐらいはするやろなという、風な選手ですね。で、まあ中盤に変わったんですけど、先ほど言った通り、まあもともと前線で能力も高いんで、普通に前線の選手を使うのもありだと思います。やっぱり5-5なんで、まあそこのデカさっていうのは、まあ前線でも恩恵が、ありますし、まあ、非常に中盤から前線、どこでもできるかなという風なところですね。非常に使いやすい選手になります。でそして、デヨングですね。フレンキー・デヨング、シェイプチューターズで、ようやくこの選手も来たという風なことで、まあ、一応 CDM に変更をされて、よりちょっとね、守備的な、選手になりましたね。守備値がかなり高くって、まあ、フィジカルも強くなったという選手。もともと線は細いので、こう、フィジカルでゴリッといけるっていうタイプではないんですけれども、やっぱりこのシェイプシーターになってフィジカル負けっていうのはまあほとんどしなく、なりましたね。で、かつそんな選手が軽いんで、めちゃくちゃ軽いんですよ、ドリブルが。本当にこの選手も扱いがしやすいのに、それこそフィジカルで負けない、しっかり取り切ってくれるっていうのでいくと、もう最高なんですよね。なんでそこのやっぱり最高峰にいるのがデヨング。で、まあ軽いのに強いっていう、まあ部分。で、非常にやっぱり S ランクとしてはふさわしいかなというふうに思います。で、やっぱり取った後のパスっていうのも素晴らしいですし、まあシュートも比較的は打てるっていう、選手にはなるので、まあ本当に素晴らしい選手だなというふうに改めて感じます。ペースもね、上がったっていうのも一つ、いいポイントだと思いますね。で、そしてエンドバーンエラーのカンテですね。カンテ。まあカンテはね、非常に SBC の価格が高くって、まあ作った方、作ってない方おられると思うんですけれども、まあ、値段が高い100万ぐらいするんですかね。100万。まあ自分は今のところは作ってよかったなというふうに思います。やっぱり詰めていくスピードがカンテだけ違って、速さっていうのがありますし、
さらにそれだけのスピードでいってるのに、まあ切り返しにも対応できるという、非常に細かい、動作ができる、そういう風な選手ですね。マジで、やっぱり強いなと。守備的ボランチとしては、本当にかなり強いなっていう風には感じますし、パスがね、非常に上手くなってるので、まあこれまでカンテのパスに不満を、覚えた人も、かなりそこは改善をされてるので、まあ問題はないかなという風には思います。で、ペースも上がってて、まあそこまでペースのね、遅さっていうのはこれまでのカンテには感じたことはなかったんですけど、やっぱりこれまで以上に速く、なってますし、本当に逆に振られても、すぐに、まあ、対応できる力っていうのがありながら、身長は小さくて足は短いはずなんですけど、なぜかしっかり取ってくれたりとか、足が伸びたりするっていう。で、フィジカルでもね、負けない。フィジカル勝負はそもそもしてないですかね。なんか足をちょこんと出して、まあなんかしっかり奪い切るっていうこともできるんで、まあ今作唯一ですかね、身長が小さいんだけれども、フィジカルが気にならないっていう選手っていうのは、まあ個人的には多分カンテぐらいかな、唯一思いつくのは。まあそれぐらいやっぱ貴重な選手にはなるので、個人的には値段は高く、SBC の価格高くなってますけれども、まあ自分は S ランクにはふさわしい、選手にはなります。で、そして、ミリンコピッチ・サビッチですね。まあ彼に関してはやっぱりでかい。本当にでかいハゲ。巨人ですよ。まあやっぱりそこがまずおもろい。で、それがめっちゃ強いっていうので、もうよりおもろいっていう、選手になるんで、まあネタキャラかと思いきや普通に強いんでね。で、その中で、まあ重いですよ。やっぱり重たい。重たさっていうのはあるんだけれども、その分、こう、見返りが多いっていうので、個人的には今の現環境では S に、まあしてます。足の長さでしっかり取ってくれますし、この選手はもともと本当に2メーター以上あって、でかいんで、それでもフィジカルで勝つみたいな。なんでもうフィジカル殴り勝つみたいな選手なんで、まあそういう風な部分で、まあ非常にドリブルだったりとかは重たいんですけれども、それ以上の、プラスの要素があるという風なとこですね。で、そういう重さっていうのも、まあスキル5あるんで、そこでまあ若干は改善は、まあできるなっていう風な、ことになるんで、まあ総合的にはかなり強い、選手。で、さらにやっぱプレミアムっていうことにはなるんで、ケミさんで使うということができるという、非常に多くの方がね、作られてるとは思うんですけれども、まあ個人的には今の現環境の中ではですね、S にいてもおかしくないなというふうに感じます。まあっていう感じで、これが最新版のミッドフィルダーのティアリストになります。もちろんですね、この中にですね、入れきれなかった選手、多くいると思うので、まあ気になる選手がいればですね、気軽にコメントいただければ嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。